れはねすごいね。今回服部先生がやってきたのは四万十川の中流域四万十町。川の豊かな恵みを一身に受ける山あいの集落では鮎の火振り漁が夏の風物詩。そんな土地に大きな転機を迎えた老舗の酒蔵があります。こんにちは、どうも服部です。こんにちは、杜氏の木田と申します。今日はようこそおいでくださいました。こちらこそ。迎えてくれたのは杜氏の木田和明さん。明治26年創業無手むか。名前の由来は創業以来のこの理念。古くから地元の米と四万十の水にこだわり、実直に地酒造りと向き合ってきた蔵です。何の香りなんですかね、こ今ちょうど焼酎の仕込みをやっていまして、そうなんですか。その匂いがこちらまで流れてきてます。どうぞご覧になられますか。栗の焼酎です。これ四万十川が栗が有名でしょ。はい。それで1回でだいたい3トン使ってます。今蒸した栗を釜から出して、こちらからペーストがこう皮が剥かれた状態できて、でタンクの中にベルトコンベヤーで入れるようにしてます。ちょっと珍しいんですけど、製紙用の酵母と麹を使って焼酎を作ってまして、優しくてすっきりした飲みやすい焼酎になるので。なるほど。はい。無手むかといえば焼酎ファンはご存知かもしれません。昭和60年から作り始めたこのダバダ火振りが多くのファンに愛されています。せっかくなのでいただきましょう。効くだけどね、けどうまいですよ、本当。ありがとうございます。すっきりしてますね。栗ってこうなんだ。すっきりしてるので、いろんな焼酎の中でもだいぶ飲みやすい方かなとは。だけど焼酎でね、栗の初めて飲んだんだけど、いいっすね。栗焼酎で全国的な名声を得ましたが、創業当時から手掛けるのは日本酒。中でも地元を中心に愛され続けてきたのがこの鬼辛。地元の酒米と四万十の水で辛口にこだわったお酒です。昔ながらの辛口でキリッとした一本になってます。この辺りは林業とかも盛んで、職人さんたちが仕事終わりにこうカットのね、そういうお酒になってます。辛口ですね。今時珍しく度数が 18.5 度とかなり高い方なので、辛口をできる限り辛くなるようにと。全体喉のここまでね、辛さがねガーンとくるね。私が杜氏になってからはちょっと日本酒の方も頑張ろうと思って。131年の歴史を誇る無手むかですが、木田さんは32歳の若さで杜氏に就任しました。もともと大学で高知に来て、大学院まで行ったんですけど、その時に酵母を使って研究をしてまして、大学院で酵母の研究をしていた木田さん。就職先を探していた時に声をかけてくれたのが先代の山本さんでした。先代の社長が案内をしてくれて、体験で働きに来いと言われて、泊まりはうちに泊めてやるって言われて。そうなんだ。すごい大事にしてくれたというか、入った時もう私には知識があって現場で引っ張っていける人が欲しいって言われてたので、もともと今の立場にという思いで私を入れてはくれたんですけど。研究者だしね。先代の思いに応えたい、そう心に決め蔵に入った木田さん。しかし全然肉体労働とかもしてなかったので、最初はすごくしんどかったです。持つもの軽くて10キロで、大体使うのが30キロみたいな感じのところにいきなり入ったので、
麦洗ってそこから釜に入れるのもスコップで入れてたんですけど、そのスコップを持つ手がプルプル震えてたって言ってでそれを見て他の従業員の方が「ああもうこいつはダメやな、続かんな」ってこう思われてたみたいで、それが13年経ってだいぶちょっとこれでも一回りぐらい減ったんですけど、一人前の当時に昔からあるお酒はあまり買えないようにはしてるんですけど、清酒はほとんど発酵の温度帯を変えて、で仕込みの配合とかもちょっと変えて、今時の割とすっきりした味わいに向けていくように作り変えていってます。淡麗なね。はい、木田さんが当時になり、ラベルも一新。今まで無添加を飲んだことがない人に手に取ってもらいたい。老舗の酒蔵は大きな転機を迎えました。木田さんはさらに地元の材料にこだわった無添加特別純米酒もリリース。高知酵母に四万十町で育った酒米銀の夢。四万十川の伏流水で仕込んだ一本です。苦味もちょっと抑えられてますね。淡麗であることは事実ですね。酸味が割と立つかなというので、食中酒にちょうどいいんじゃないかなっていう当時になってから平均的なお酒をどれか一つ作りたいなと思って、でそこを目指して今これは今後その目標というか、目指すところはどこですかね。飲んでくれた方がやっぱり笑顔になってくれるお酒が作れるようになればいいなと。若き当時が見せる新しい無添加に注目です。今回服部先生がマリアージュさせるのは、最初に飲ませていただいた鬼から。鬼がつくほど辛口のお酒に合う料理は、こちらが四万十川の鮎になります。そうですね。いやしっかりしてるね、やっぱりね。今年取れたばっかりの鮎です。鬼からに合わせるのは四万十川夏の名物鮎。香魚と呼ばれるほど香り高いその味との相性は。服部先生いかがです？ぴったりですね、これね。良かったです。頭だろうがね、腹渡だろうがね、身もね全部ねこの酒にはぴったりでね、この酒がね全部旨味を引き出してくれるし、それで抑えてくれるとか抑えてくれるとかね。このお酒を作った水、その水に住んでる鮎ですので。なるほどね。四万十の川魚に合う辛口の日本酒鬼から。さあ服部先生、どんな高知食材と合わせましょう。さあ服部先生、どんな高知食材と合わせましょう。選んだのはやはり魚。ブリに生クリーム、一体何を作るんでしょう。いざ実食。なんだこれは。タルタル？大根。ブリテリ？ブリテリ？ブリ大根。ブリ大根ですね。生クリーム。服部流ぶり大根、生クリームを添えて。ぶりは生のままにつけるのではなく、片栗粉をまぶし180度の油へ揚げることで香ばしさのある仕上がりになるんだそう。2センチほどの厚さに切った大根はかつおだしで炊きます。醤油、みりん、酒、砂糖を入れたタレに揚げたぶりをしっかりと絡ませて、タレにとろみがついてきたら出来上がり。
ぶり大根なんですけどね、鬼辛に合わせて食べた時にマイルドな感じ、それにはねこれ生クリームを使ってるんですよね。そういう意味ではねちょっとね新しい感覚。香り付けに青柚子も散らしています。これがね口の中入った時にねぴったり合って、そしてマリアージュとして最高だなっていうふうに感じてくれるんじゃないかと思いますよ。生クリームでマイルドに仕上げたぶり大根、鬼辛とのマリアージュは果たして。いただきます。いただきます。おいしい。生クリーム。美味しいね。鬼辛が、この生クリームがちょっとどんな感じになるのかなと思ってたんですけど、生クリームがなんか逆にしつこさを抑えてるような感じがするなと。ぶりの脂の感じと鬼辛とがすごくあって、大根のえぐみがいい感じにこの照り焼きの甘さとあって、それがお酒にすごく合います。服部先生の手にかかればこういうことになるんだっていうのを本当にしみじみ思いました。鬼の顔もほころぶ甘辛溶け合うマリアージュ。服部先生、次はどの蔵で会いましょう。